たらずです。今日はね、この間の続き、インタークーラーが届いたから、それをね、装着しようっていうことで、その動画撮ったらね、見てやってください。ブリッツのね、インタークーラーです。なんだ一般的なやつだね。これ SE とかってやつ。ターンフローってやつだね。それをね、やっていきましょう。新品をね、購入しました。ER34 と ECR34 共通みたいだね。それぞれのね、ステー、それぞれの、なんていうのかな、固定用のパーツ入ってます。結構ね、いろいろっていうかね、そのパーツがあればね、結構すんなりつきます。そう、この段ボールはね、まだつけておこう。こういうのね、結構フィンをね、やっつけたりするんでね、保護のためにマスキング巻いてね、フィンのガードしておきましょう。でね、どんどんつけていきます。このストライカーのところの下のボルトはね、ここにステーがつくようになります。なので、そのストライカーの下、そこのね、ボルトをね、外していきましょう。でね、あえてね、この33用のステーを使います。後でね、ちょっと説明するんですけど、ちょっと見ててください。とりあえずね、つけちゃいます。このね、最初の真ん中のステーつけちゃえば、なんていうのかな、真ん中で釣ることができるんでね、一回それをつけてあげて、そして脇をこう止めていくっていう感じにしました、俺は。ほら、こうやってね、脇を止めてね、脇のステーもね、付属されています。マジ結構親切だね、本当に。で、車両側につけるところが結構曖昧な感じがするけど、結局穴開けちゃえばね、ダメなら穴開けちゃえばいいんだよね。そう、本当に簡単につきます。パパパッとつきます。ここだな、ここだな、ここだなっていう感じでね、どんどんね、つけていくことができます。そう。さっきのね、33用のステーを使ったことで、ちょっとパイピングがね、下に来るんだよね。そうすると、ステーを使えなくなるんだけど、やっぱり固定したいじゃないですか。なのでね、ちょっとステーをね、増設します。これやっぱりね、グラグラしてるとね、イオンの原因になったりね、やっぱりパイピングが外れたりするんでね、こうやって固定はね、しっかりした方がいいです。でね、ステーをつけて、ね、パイピングをね、固定してあげました。結構、これ捨てちゃう人もいるけどね、ステーいらねえやっていう人もいるけどさ、俺はね、絶対つけた方がいい。だって純正とかガチガチに止まってるじゃん。だからね、がっちり止めた方がいいと思うんだよな。もう一本のパイピングもね、つけていきましょう。この辺もね、本当にすんなり つきます。本当にすんなりつく。多少のズレとかはありますけど、本当にすんなりつくな。で、ステーをちょっとね、位置を動かしてあげたりすればね、ちょっとその個体差なんかはかわすことができます。でね、なんとなくつきました。そう、先ほどのステーの説明っていうかね、そう、ER34 のステーはね、付属されてるやつはすごい短いんだよね。ほら、短いでしょ？ 334 のやつはね、長いんですよ。別に ER34 のやつつけてもいいんですけど、理由があって、俺の場合は。そう、インタークーラー自体をね、ちょっと下げたかったんですよ。っていうのも、バンパーホースはカットするじゃないですか。下半分をカットするんですけど、この上にね、補強を入れてあるんです。で、バンパーホース取っちゃってる人もいるけど、やっぱりね、ちょっと気持ちよくないじゃないですか。なのでカットした分、ここにね、角パイプをね、溶接してね、補強してあるんです。なので、その分下げるっていうつもりでね、もうこのバンパーステーはね、バンパーステーだって、バンパーホースをね、作ってあったんです。そのつもりでね、こうやって加工して作ってあったんですけどね。取るよりもね、ついてたものはつけた方がいいじゃないですか。やっぱり補強の面もありますからね。そう。もう一本のパイピング固定します。結構ね、動くんだよね。ほら。意外と動くんだよね。だからこれが嫌で、それを止めたいなと思ったんですけど、付属のものがなかったんで、勝手に自分で作ります。
そう、その辺に転がってたホースバンド、それにね、なんていうのかな、ステをね、つけれる、なんていうのかな、これ、ホースバンドにつけれるステ。こんなのあんのか。まあ、あったんですけどね。これちょうどいいじゃんと思ってね、これを使っていきます。いや、そんなのあんのかや。売ってんのかな。まあね、L 型のステをね、ここ、純正のインタークーラー止めてる、ここはね、ボルトの穴開いてたのでね、ここにね、L 型のステ、これをね、つけてあげます。そしてね、それをこう、ほら、こういう風にホースバンドと固定する感じです。ホースバンドと L 型ステをね、固定する感じ。これでね、固定してあげようと思います。まあ、これを止めるだけです。車両側の L 型ステをね、つけてあげてね。で、ホースバンドのステをつけるだけ。ちょっと L 型が弱かったかなと思うんですけどね。まあいいわと思って。でね、本締めをしていきます。全部ね、今度、なんていうかな、全部仮止めです。仮止めして、で、ステ同士をくっつけてから、締めてから、あと本締めしていくって感じかな。で、最後にね、L 型のステをね、本締めしていきましょう。この時ね、ちょっとずれるっていうかな、ずらすことできるので、ちょっと奥めにね、してあげたかったんです。ちょっと奥に押しながら、L 型のステをね、止めてあげました。そう、さっきよりね、がっちり止まってんなと思って。でもまだ動くね。まあ、止めねよりはいいか。止めねよりはいいなと思って。まあ大丈夫でしょう。ちょっと L 型のステが弱い気がするけど、あれ変えればいいのかな。でね、次はエアクリ。エアクリはね、ちょっとね、補強プレートをつけてあるんですよ。あそこのストラットのところ、補強プレートをね、つけてあるので、溶接してあるので、普通にはちょっとエアクリがつかないんですよ。なのでね、ほら、45度のホースバンド、ちょっと曲がってるホースバンドをね、買いました。これでね、ちょっとこっち側に、前方にオフセットしてあげましょう。それでつくんじゃねえかと思って。ちょっと長かったんでね、それをカットしていきます。結構カットしたな、これ。まあ、いろいろ加工してあるんでね、すんなりはつかないです。そういうふうなものをこう、なんていうのかな、いろいろ見つけて、いろいろ探して、そしていろいろ加工してつけていかんと、すんなりつかないんでね。ほら、こんぐらいカット。結構カットだよね。まあいいや。これをね、反対側も一緒にカットします。でね、つけてみました。本当はこの、なんていうのかな、長さ測った方がいいけどね、ちょっと短かった気がする。またやったよ。ちょっとだからいいや。ちょっとね、こう、ぐるっとこう回しながら、ちょうどいい位置を見つけながら、ここだなと思うところにね、こう、ほら、装着できたかな。いいんじゃねえか、これで。それでいいんじゃねえかな。いいと思う。そう。エアクリもね、しっかり固定しましょう。ステーがね、ついております。これはアペックスのエアクリだね。それにね、付随して、なんていうのかな、付属してね、ステーもね、ついてくるようになってるんですけどね、そのステーを利用して、また別にね、穴を開けて、で、そこに固定してあげるって感じかな。そう、ステーの長さとかね、ステーの位置を確認して、穴を開けていきましょう。でね、穴を開けたところにはタッチペンでね、錆止めの意味を込めて、タッチペンね、しておきましょう。でね、固定します。で、ステーはね、仮止めっていうか、ステーのついてるそのボルトはね、緩めるっていうかね、動くように、締めすぎないようにしておきますね。で、もともとこれ純正のサクションパイプじゃないので、H ケースのサクションパイプがついてるので、そのせいもあってね、ちょっと角度がこうずらさなきゃ入らないってこともあってね、で、穴を増設して固定しました。
これね、しっかりね、固定した方がいいです。まあ、そのままでもね、多少動く程度でいいやっていう人もいると思うんだけどね、俺そういうのちょっと嫌なんでね。もうね、止めておけるものはしっかり止めてっていうのがね、モットーですから。そう。ここで一瞬だけエンジンかけてみようと思って。で、まあ、ポンプのね、エア抜きもしてあるから、まあ、ラジエーターのクラントないけど、一瞬だけだったら大丈夫でしょと思ってね。そう、かからんかったんだよな。ポンプにはね、電気来てました。まあ調べたんですけどね。まあポンプに電気は来てたんで、多分年本だと思うんですよ。まあ、とりあえず交換しようかなと思って。まあね、ポンプ頼んでないから別のことします。いやー、ちょっとへこむな、いうの。なんとなく原因はね、そこっぽいんですけどね。そう、これね、前つけたダクト、エアダクト。これもね、加工します。加工しないとつかないからね。いやー、ショック。まあ、年本だと思うんだけどな。そんなことは置いといて、これね、ちょっと加工してつけれるようにしていきましょう。でね、カットはね、もうグラインダーでガーンと切るだけです。もうね、取ってなかった。ショックすぎて。まあね、こんなもんですよ。廃車を起こして、こんなもんですわ。まあ大体ね、パイピング、エアクリだってエアクリも固定、インタークーラーも固定してね。そう。でまあ固定箇所チェックしていきましょう。まずはエアクリ。これもね、がっちりね、動かないようになりました。こういうとこもね、固定しておいた方がいいですよ、本当に。そのままっていう人もいるかもしれないですけどね。固定しておいた方がいいです。でね、インタークーラーのパイピング。この辺もやっぱりね、ブーストかかると相当動きます。まあ、そのままね、ステイつけないっていう人もいるけどね、あれちょっと信じらんねえよなと思って。ブーストかかるとかなり動きますからね。だからもう動かない方がいいですよ。がっちり固定した方がいいです。って言ってもエンジンかからんかったけどね。いやー、ショックだわ。ということでね、今日はパイピング、インタークーラー、そしてパイピング関係の固定だね。っていうのをね、やっていきました。いやーね、まあ、バッテリーもまだね、来てないからね。まあ、その辺も、注文して、もう完璧な状態で、まあ、年本変えて、ついでに燃料フィルターも変えて、ってことですかね。まあ、ここまで仕上がりましたけど、エンジンはね。いやー、でも、かからんのショックだな。まあ、いっか。ってことでね、インタークーラーのパイピング、エアクリの固定とかやっていきました。これまあね、車外に変えると固定できないっていうタイプもあるんですけどね、固定はね、どうにかこうにかした方がいいです。特にターボ車はブーストかかるとね、パイピングこんだけ長いとね、かなり動きます。だからね、こういうところの固定はね、しっかりしておいた方がいいです。いろいろやっぱり車外に変えると、つかない部分とかってあるんだよね。ラジエーターの交換してますけど、これもシュラウドがね、つけにくいんですよ。で、アルミラジエーターつけてる人はね、シュラウド取ってる人もいます。シュラウド取るんだったら、ラジエーター変える意味ねえじゃんと思うんだけどさ。その辺もね、まあ、今度じゃあそのラジエーターのシュラウドの付け方っていうのかな、ちょっと複雑につけたんでね、それもやってみたいなと思って。まあ、せっかく車外ラジエーターに変えてね、シュラウドつけなかったら全然意味ないんでね。まあ、そうやって純正はね、そういう風に作ってますから、やっぱりその純正になぞらえて、車もこういう風になんていうのかな、いじっていった方がいいと思うんですよね。結局エンジンかかりませんでしたけど。次回はね、まあ年本、そして燃料フィルター変えて、本当になんとかエンジンかかるように
祈っております。ということでね、本日もまた ER34 やっちゃいました。エンジンかかることを期待して、また次の動画楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。こっちに